こんにちは、えなと日本語おしゃべりのえなです。今日はよくコラボをしてくださっているみえさんとえりかさんと一緒にちょっとゲームみたいなものをしていこうと思います。わーい。よろしくお願いしまというす。ことで、みえさんから自己紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。フランス在住日本語教師のみえです。えなさんとゆりかさんとはいつもコラボをさせていただいてます。どうぞよろしくお願いします。では、えりかさんも。はい、ケセメンハバーベエリカ、皆さんこんにちは、エリカです。今日もよろしくお願いしまということで、今日何をするかと言いますと、連想ゲームをしていこうかなと思います。出題者がいろんなことを知っているみえさんにお任せします。はい、みえさんが考えたものを私とエリカさんがいろんな質問をして当てていこうと思います。す。イェイ。一旦やっていこうかなとはい、おい。思います。で、テーマが、アニメと食べ物と、日本の有名な場所とか観光地の3つのテーマでやっていきますので、一緒にみえさんは何を考えているのか考えながら聞いてもらえたら見てもらえたらいいかなと思います。ということでみえさん、はい、準備はよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。では第1問のテーマはどれからいきますか？第一問のテーマはやっぱり定番のアニメですね。アニメからいきます。はい、かな、わかるかなわかるかちなな。みにエリカさん、アニメ見ますか？最近全然見てないです。私もあんまり見てないんですよ。いや、でも有名どこ言えば、いけんじゃない？じゃあ質問は交互にしましょうか。そうですね。そうしましょう。そうしましょう。では、じゃあ皆さんどうぞ。そしたら主人公は男の子ですか女の子ですか？主人公は男の子です。男の子。はい。はい。それじゃあ全然わかんないな、さすがに。あら、もう。質問も難しいね。そのアニメはスポーツ系ですか？ああ、いい質問ですね。スポーツです。お、スポーツ。スポーツ。結構あるからな。どこの子スポーツ？最近のアニメですか？それとも昔からあるアニメですか？そんなに昔ではないです。何年かは経ってますけど、もちろん、そんな昔からのアニメではない。割と最近か。割と最近。ちょっと待って、質問が思い浮かばない。質問が思い浮かばない。どこの子スポーツ割と最近。そう、男の子スポーツ割と最近。男の子は高校生ですか？ああ、いい質問ですね。いい質問だな。そうですね。高校生ですね。高校生。でも意外といっぱいあるな、これ。高校生、高校生メインよね。スポーツアニメありますからね、いっぱいね。私は今攻めるかもう一個質問をするかでめっちゃ迷ってます。ちょっと待って、ちょっと待って。お手つきはどうなります？そこ決めてなかったですね、お手つき。お手つき、質問をするか答えるかにして、お手つきしたらもうそのままもう質問できずに次に移るみたいな。お手つきがヒントになりますからね。そうですね。単純に。攻めるか。攻めるのか。攻めるのか。攻めるのか。攻めるか。攻めるか。早すぎます？いや、いいと思いますよ。ブルーロックですか？イエーイ当たり簡単でしたよね、これね。これは定番だね。あと、みえさん好きですもんね。そう。ね。確かに。そう、好きですもんね。だから1問目は簡単にしたかったんですよ。さすがです。なるほど。ちなみにブルーロックはワンシーズンは見ました。映画は見てない。映画ね。実写化するらしいですね。すごいよね。そうなんだ。ぴったりな子いるのかな。夜市やる人は、まあいい感じかなって見た感じは思いましたけどね、私は。この感じだとエリカさんブルーロック全く見てなさそうな気がしたんですけど。漫画を1回2回読んだぐらいです。
私アニメより漫画を読む派なんでね。なるほどな。あでも元が漫画だかでもブルーロック漫画だからね、もともとね。漫画からアニメだから。どれがアニメ化されてるかわかんないかもしれない。ら。確かにそれはある。確かにね。まずは私に1ポイント。ポイント皆さんおめでとうございます。第2問どうしますか？またアニメいきますか？はい。はい。これも簡単かもしれないけど、はい、お願いします。じゃあ、はい今度エリカさんからいきますか。はい、じゃあじゃあまた定番の質問で、主人公は男の女の子、女の子。これはね、なんて言ったらいいでしょうね。私にとって主人公は2人いるようなイメージ。やばい、わかんないかもこれ絶対。どっちが主人公なのか私もちょっとよくわかんないので、主人公2人。主人公2人っていう感じかな。急に質問の仕方わかんなくなったんですけど。2人2人でしょう。誰が主人公って言ったら2人じゃないって思う。私知らない可能性が高いぞ。そうかな、知らない可能性高いかな。知ってるかな。さっきと同じで、最近のアニメですか？それともみんなが知ってるようなアニメですか？最近じゃ最近ですね。最近。昔のではないです。最近ですね。でも2人は知ってると思うな。主人公2人、最近。全然わかんない。全然何を質問していくかわかんない。スポーツ系ですか？今回はスポーツではございません。スポーツではない。はい。どんなアニメなんだろう。主人公は人間ですか？主人公はもちろん人間です。聞き方でミスったな。もちろん人間です。いや、人間じゃないのもあるからね。まあね、そう、あるあるある。あるからね。じゃあジャンルを絞るか。格闘系ですか？ある意味戦うので格闘っちゃ格闘なんだけど、ある意味戦ってはいます。ある意味戦ってるんですか？言いようがないですね。ある意味戦ってる。そういうしか言いようがないです。ある意味戦ってる。すごい、私もエリカさんも全然詰めれてないから。やばいぞ。高校生ですか？そうですね。多分そうだと思います。あれは。学生ではある。もしや。みえさんといえばというのが一個出てきたぞ。噛んでくるか？いやでもな、外す確率高いな。いや意外と当てられると思うんだけどな。ちょっと攻めちゃおうかしら。攻めちゃっていいですか？じゃあ。はい。ダンダダンですか？おめでとうございます。すごい、どこら辺でわかりました？いや、なんだろう、格闘系と主人公2人がなるほどかなって思った。素晴らしい。イエイ歌しか知らない。あれ見てない？えのさん、もしかして表紙と歌しか知らない。それだとちょっと当てられないかもしれないですね。そうか。めっちゃ面白いですよ、私としては。ダンダダンに手を出すか、怪獣8号に手を出すか迷って、どっちも出してない。ダンダンは出してほしいな。ちょっとね、やっぱり一歩出したからね、私ね。言いますね。オカルト心霊好きにはもうたまんないと思うんだけど。そうかもね。癖強いですからね。ちょっと癖ありですね。そう。でも歌とか音楽とかもかっこいいしね。おすすめです。見なきゃ。見て。では、じゃあ1対1になりますね。いや、いい勝負ですね。1対1ですね。みえさんを知ってるかどうかを試される。そうね。みえさんのことをどれだけ知っているか問題になってるかもしれない。そういうことになってますよね。
まあでも私の頭の中にあるものなんで、もうそうなっちゃいますよね。ちょっとみえさん愛を試される回ですか、これは。そういう回だったんでそういうすか。ことも言えるかもしれない。そういう回だった。よし、頑張らねば。うんうん。テーマ変えましょうか。はい、次今変えましょう。はい。じゃあ食べ物いきましょうか。はいこれは難しいね。広いですから食べ物はね。じゃあまた先行私からでいいですか。どうぞどはい、うぞ。じゃあちょっとどれにしようかな。4種類ありますからいただいね。て。じゃあまあちょっと、この辺かな。はい、これに決めました。うわどうぞ。和食ですか。はい、和食和です。食か。和食か。広いですね、和食もね。広いですね、和食。質問難しい。麺類ですか。これはね、麺類のカテゴリーには入れられないけど、えなんだろう。答えが分かったらなるほどと思うかもしれないですけど、麺のカテゴリーじゃない和食。麺のけどカテゴリーには入れられない麺みたいってことですか。けどね。でも答えを聞いたら、あーってなるかも。これはふざけますかじゃあ。うんうんうんそういうの言っちゃダメだって。変化球きた。絶対違うからもったいないこれを出すのは。ああ。いやでも意外と当たるかもしれないですよ。言っちゃえ言っちゃえ。イカそうめんあ、違う。でしょ。そっち今のめいさんの反応確かにね。見た？確かにそうめんだもんね。確かにね。でもそうではないですね。確かに。うんうんうん。しかもだとして麺のカテゴリーには入れれないです。確かに確かに入れられないよね。うんうん。名前そうめんだけどね。イカだもんね。イカです。刺身です。あいつは。ね。イカが細いだけでそうめんの出してるだけですからね。そうね。はいうんうんうん。じゃあどの地方で愛されてますか？これは難しいですね。どこの地方の食べ物っていうイメージがないんですよ。あれ。いやみんな食べてるのか。みんな多食べてる分のか。どこの人も食べれると思います。そんな食べ物ありました？うん、そんな食べ物ありますよ。だってどこで発祥とか思いつかないもん、これが。へえ。うん。自分で作れるような料理ですか。あ、もちろん作れます。でもみえさん料理上手だからな。そうね。いや、私じゃなくても日本に住んでれば誰でも作れる。作ったことあると思います。っああ、それはちょっとどうかな。ていうレベルか。うわー、すごい難しいこれ。それはちょっとわかんないですね。リカさんが作ったかどうかも私もわかんないもん。じゃあ、うん醤油ベースですか？ですね。これは難しいですね。ベースというかって感じですね。ベースなんだろう。醤油を使うかどうかで言ったら、広い意味で言えば使っているとは。広い意味では使っている。広い意味で言えば使っているとは思う。がしかしって感じですね。みえさんといえばで考えればわかるはずだ。いや、わかるかな、これどうだろうね。でも麺じゃない。麺類にはカテゴリーはされないと言っておきます。麺類にカテゴリーはされないけれども、もしかすると麺類も食べるかもよ。ちょっと最後答え聞いたら絶対はぁって思うと思う。全く思い浮かばないぞ。あったかい状態で食べますか。冷たい状態で食べますか。これもあったかいです。あったかい。はい、高い。あったかいです。高い。私が考えてるのはあったかいものです。だけど、まあ、冷たいのもある。冷たいのも、まあ、できることはできるけど、でもそれは、なんだろう、その私が思い浮かべているものではなく、その一部を別の形にして食べることはするけど、みたいな。冷たくても。
混乱。そうなんでしょう。いいの選んじゃったな。すごいの選びましたね。いいの選んじゃいましたね。簡単なはずなんだけどな。絶対食べたことあるはずですよ、2人は。食べたことあるだろうし、自分でも作れそうなレベルってことです。作れそうなレベルです。ファミレスにありますか？ファミレスはあんまりないんじゃないかフな。ァミレスにはないファミけ。レスにはあんまりないと思いますね。和風ファミレスみたいなところだったらもしかしたらあるかもしれないけど、普通の一般的なファミレスでは多分ないと思うな。それを作るのに一番メインの食材って何ですか？メインの食材聞いちゃいます。そうですね。まあ多分牛肉ですね。豚肉もありです。え麺みたいだけど麺には入らない。牛か豚、麺はだってメインじゃない。麺はなんなら食べてもいいけど食べなくてもいいみたいな。締めおいいね、いいね。ちょっと待って。何聞けばいいんだ？ここまで来たけど。多分分かったぞ。マジか。分かったね、きっとね。でも最初の麺は惑わせてきてないか？麺違うか。いや、わかんねえ。直前としない。絶対なんか分かった気がするけど。ちょっと待って。何質問ある？頻繁に結構みんな食べますか？頻繁には食べないと思いますよ。頻繁には食べない。一旦行ってみますね。はい。当たるんじゃない？しゃぶしゃぶですか？当たりー。待って。麺は締め。すごい惑わしてきてません？惑わしたね。惑わしたね。でもほら食べなくはないじゃないですか。食べないかも。食べない？いや、食べる人もいるし食べる場合もあるし。あんましないんだよな、しゃぶしゃぶ。そうか、しゃぶしゃぶでも最後にうどんにしますか、うどんにしますかとかなんか聞かれて食べたりする。これはむずいわ。難かった。これはむずいのに当ててきちゃったな。でも料理自体簡単じゃないですか。絶対知ってるし。そうね。逆に冷しゃぶをしますね。なるほどね。豚で一回こうファってして、冷めたのにごまだれかけて食べたりとか。ね、冷しゃぶサラダにしたりとかね。夏は結構それ好きですね。台湾しゃぶしゃぶ屋めっちゃありました。でしょ。そうなんだ。台湾風あるもんね。これは難しいな。思った以上にちゃんと考えてますね、私たち。すごい考えてる。やばい。えなさん2ポイント獲得。2ポイント目です。すごいですね。来ましたね。いや難しかったな。でも絶対知ってる食べ物じゃないですか。じゃあもう1問いきますか。食べ物でいきますよ。はい。どれにしようかな。2つで悩んでますよ。じゃあこっちにします。はい、決めた。じゃあ私から言っていいのかな。どうぞ。じゃあジャンルはね聞きましょう。和洋中どれですか？和洋中で言ったら和です。和です。さすがそこは日本語を広めたい人たち。そうです。そしたらどうしようかな。主食ですか？おかずですか？主食にはならないですね。ならない。おかず系か。これ主食って言ったら多分暴動が起こりますね。暴動とは言わないけど。どういう意味の暴動だろう。暴動ではないけど、中にたまんないでしょみたいな。じゃあ肉は入りますか？肉はちょっと入ります。ちょっとか。肉は入んなくてもいいんですよ。また迷わせてしまっている。なんか旬がありますか？この季節に食べるとか。いや、それもないですね。別にいつでもどうぞ。いつでも食べる。いつでも食べれます。じゃあ家で食べることが多いですか？それとも外で外食が多いですか？これはですね、覚えたら簡単だけど、まあちょっとテクニックも必要なものなので、外で食べた方が美味しいかもねって思います。いいっすか？テクニック。分かった感じ？分かったのかな？多分天ぷらですか？
違います。違うのか。残念。じゃあね。残念。天ぷらおかずになるもんだって、天ぷらは。主食主食っていうか、まあ主食っていうか、おかず。おかず、主食ああ、まあおかず、副菜だ。まあそうね。なんかメインのおかずじゃないんですよ、そいつは。私が考えてるのは。なるほど。うんうんうん副菜天ぷらか。はゴリゴリにメインだもんな。うん。うん、そうそうそう。副菜ゴリゴリメインの感じじゃないんですよ、私が考えてるやつは。テクニックがいて、副あ菜系。る程度テクニックがいい。肉あってもなくてもいい。肉バージョンもあるけど、別バージョンもある。そんな食べ物あったある。あるあるある。わかんない。どんな食べ物どの地方でよく食べられてますか？どの地方かも別にないと思いますよ。これもないのうか。ん、どの地方にもあると思いますよ。中身の具がちょっと、まあ、郷土色が出る場合もあるかもしれないですけど。わかったかも。あ、でも違う。いや、違うな。テクニックいらなかった、あれは。いやいや、もうエリカさんにとってはテクニックなしでできるものかもしれないいや、ですよ。全然違うな。外で食べるもんな。ちょっと待ってよ。うん、家でももちろん作れるんですよ。うん。作れるけど、外で食べることは私は多いかな。どっちかっていうと。肉が入りそうで入らないのもある。副菜系、外で食べる副菜。外で食べる。それ単品のなんとか屋さんっていうのは聞いたことがあんまないなっていうぐらいのやつです。あったかいですか、冷たいですか？いい質問ですね。あったかいの方がメインだと思うんですけど、別に冷たいやつもあります。冷たくして食べても大丈夫。じゃあ、定食についてくることはありますか？定食。定食にそうですね。ちょっといい感じの店だったら、なんとか定食とかにくっついてくるかもしれないですけど、まあ普通の町の定食屋さんでそれを提供されることはあんまないんじゃないかな。でも、いや、あでも茶碗蒸し。言われたくそもしかしてエリカさんもそう思ってた？茶碗蒸しだと思った。やっぱり、これは先を越されちゃいましたね。されたわやったね。す悔しい。ごい。すごい。分かったのに。ね、絶対今分かってたでしょ。分かったのに。そしていい質問したのはエリカさんだったのに、残念。悔しい。タイミングで。タイミングやられましたね。家では確かあんま作んない。なんか時間と温度とかそういうのがあるから。めんどくさいっちゃめんどくさいじゃないですか。そうね。おばあちゃんが作ってくれてました、たまに。おばあちゃん作ってくれてた。そうでしょう。だからそういう料理上手な人が作るイメージで、なんか家だったら。そうね、買ったりの方が多いな。悔しいわ。悔しいわ。これで今3対1ですね。やばい。2ポイントも差が開いちゃった。追いつくか。追いつくか。じゃあ行きますか。観光地で行きましょうか。お願いします。どこら辺までの感じですか。でも絶対2人が知ってるものから出します。じゃないとダメだから。みんな知らないでしょうしね。そうね。そうね。私たちが分かんないんだったら多分ね。2人が絶対知っている。そしてまあ日本人なら 100% 知ってるものを出します。はい。そうですね。じゃあまた私からいいですか。東日本ですか、西日本ですか。西ですね。歴史的なものはありますか。歴史的ですね。関西ですか。関西ですね。はい。うわ、ちょっと待ってよ。でもさ、関西歴史いっぱいあるよ。絞られてくんじゃないでも。そうでも関西にめちゃめちゃ歴史的なものが大体歴史的なもののちょっとどれかな。7割ぐらいは関西じゃないですかねみたいな。もしかしたらこの質問してしまったらすごい分かりやすくなってしまうかもしれないから。外国人観光客は多いですか。多いと思います。めっちゃ多いです。そうよな。お寺ですか、神社ですか。これはお寺ですね。わかんない。
半分ぐらい減りましたね。神社消えたから。何ができるかな、質問。日本人も好きですか？あ、日本人も好きです。今のところ嫌いだって言われたことはないですね。寺嫌いってなんかよっぽどなことありそうですよね。けど、そう嫌いとまでは多分言わないだろうなって感じですかね。京都ですか？京都です。だいぶキュッとなりますね。ギュッとなったね。だいぶもう賭けに出られたら終わりかなぐらいに思ってるんですけど。これは賭けに出た方がいいのかしら。じゃあ言っとこうか。一個。清水寺ですか？そう来ると思いましたが、そあ、ちらでやっぱはございません。違うか。そっちじゃないか。違うそれではございません。清水寺じゃない。みんなが知ってそうな寺。その寺の有名なものって何ですか？有名なものはもうそれもの自体ですね。建物か。清水寺じゃん。いや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 。違うんだって。清水寺じゃない。いや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 。じゃあ金閣寺。それです。確かに。清水寺か金そのものだ閣寺どっちかだなと思って。そうですね。全然金閣寺浮かんでなくて。他にもいろいろお寺はあるけど、まだ金閣寺ならみんな知ってるかなと思って。そうね、金閣寺はみんなね好。きですか？ちょっと一瞬ほらキラキラしすぎてあんまり好きじゃないっていう人もたまにいるから、確かにちょっと確かに。銀閣寺のが好きっていうなんかあっちの方が。人もいるかもでも別にだからといって毛嫌いされてるわけではないからうん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 、でそこはって感じでした。なるほどなね。るほど。いい勝負になってきました反ね。対にです。 3対2どうしましょう。ラストですよ、ラスト。じゃあ最後の問題ですかね。最後の問題は2ポイントにしますか？そうしないとエリカさんは勝てないからね。お、そうですね、同点になっちゃいます、これね。そうそう同点になっちゃいますからね。でもエナさんが逃げ切るっていう手もありますからね。私たちぐらい悩む出題者。もう次第悩むわ。でもこれは出したいかな。決めました。出ましたが。よし、もうこれはやっぱりまずね、地域を絞りましょう。関東、関西、北どれですか？関東です。関東。それは建物ですか？建物ですね。建物。関東、建物。関じゃあ、東建物。東京にありますか？おお、東京にありますね。だいぶ狭まりましたね。これかなり絞られましたね。あれか。あれかみたいですか。タワーですか？それほぼ答えやん。答えやんみたいな。普通にこう建造物の可能性もあるから。建造物、そうですね。もう当たってますね、ほぼほぼね。タワーらしいよ。が2択ですよ。だってもうタワーなのかツリーなのかですからね。で正式名称で答えていただきたいですね。タワーツリーの中にあります。もう2分の1ですね。2分の1だな。よし、じゃあこれはもう言うしかないな。運ですよ、運ですよ。運ですよ。これ運しかないですよ。ここは東京タワー。違った。違う。そっちじゃない。嘘。なんだ。スカイツリーですか？そうです。東京スカイツリーです。古い方で来ると思ったのに。いや、これ同に似てじ順るやつじゃない。番だったら私もタワーって言ってます。でしょ、うんでしょ。ああ、やっぱりでしょそっか。なんかスカイツリーよりもみえさんはタワーが来そうだと思ったんだけど。なぜ。いや、これ観光地で言ったらやっぱ東京スカイツリーの方が今ね。確かにスカイツリーができてすぐぐらいでまあそんなに経ってないくらいにスカイツリー行って翌日東京タワー行ってしょぼってなりました。行くなら東京タワー、スカイツリーの順で行った方が絶対楽しいです。確かに。なんか何とも言えない気持ちになる。そう、東京タワー夜綺麗で好きだけどね。まあ夜はね。なんか中にこう展望で行った時の規模感。ああ、展望ね。そうね。スカイツリーの方がやっぱりなんか周りの場所周りも含めて今だったらそっちの方が楽しいんじゃないかなと思って。まあ東京タワーは別に外から見てこうやってなんかまあね、象徴としてはまあ綺麗でいいかなと思うんだけど、まあ観光で行くでどっちをおすすめしますかって言ったらだってスカイツリーでしょ。どっちかって言ったら。
おすすめは。いろいろ込み込みでスカイツリーかも。ほら。ちょっと東京タワーを観光地としてはちょっとあんま私はおすすめしないかなと思ったので。そうか。ということで、皆さんおめでとうございます。なんか美味しいとこだけもらってった気がする。タワー飯に。なんか茶碗蒸しとスカイツリー取られた。ねえ、取られたな。くそ。いやでもまあまあ面白い勝負をしたんじゃないですか。いい勝負出したと思います。すごいすごい。くそ。ちょっと最後惜しかったけどね。最後くそ。私勝ったので出題者のみえさんに勝った方にご褒美をあげるか、負けた方に罰ゲームをさせるか、もしくはどちらもするか。どうしましょう。勝負した意味あんの最後の3択目って。そうね。確か皆さんにはえなさんの似顔絵を私を描かせてですね、可愛い似顔絵を描かせて送ります。それは盗品としてパチ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 みたいな。イエーイ。楽しかったですね。楽しかったですね。みんなどれぐらい思いついたかな、当たったんですかね。コメント欄に書いてほしいですね。わかりました。確かに知ってるのかな、そもそも。ああ、そうねそうみんな確かにどうなんだろ全然そこ知らないよって言ったら、なんかその辺の説明のお話とか、うんうんあー誰かがしても楽しいかもしれないですね。う。いいかもね。ね。ということで、こんな感じで2回目のコラボ動画、楽しかったです。楽しかったです。はいということで、また何かやりましょう。やりたいですね。はい。やりましょう。ぜぜひぜひ。エリカさんとミヤさんのチャンネルもぜひ見に行ってください。で、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。お二人のもぜひぜひよろしくお願いします。ひ動画見てください。遊びに来てください。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。